はい、こんにちは。山下夏実です。5月16日土曜日。今日は平塚海岸でスキムボード、サーフィン、両方やってきました。波はかなり数字上小波だったんですが、波長、秒数が結構長くて8秒弱ぐらい、7秒後半が基本だったかなと思うんだけど、かなり長めに来てたので、サイズの割には結構パワーがあった波なんじゃないかなと思います。比較的波も予想よりかは小ブレイクで、しっかりラップを狙うことができる波だったんじゃないかなという風な感じです。波選びは難しかった感じですけど、こんな感じのラップは狙える。ミドルタイドぐらいの時間だったんですが、思ったより潮が引いてなくて、ある意味、ちょっと波が遠いかなという予想をしてたので、いい方向に予想を裏切ってきたっていう感じの日でしたね。こんな感じのバックウォッシュで多少波サイズが上がったり、直前に跳ね上がってね、こういうラップラインをメインで取っていく波ではあったかな。思ってるより短時間ながらにいい波が来てたかな。この大潮の短時間で狙っていった感じなんですけども、こういう感じでフロントラップも取りつつ、いい狙いだね。回せればかなりいい波ではあったかな。この辺だんだんこの辺から波良くなってくるかな。ちょうどいい干満に地形がはまり始めて、いい感じでこの辺は来始めた段階ですね。しっかり左右取りつつ、形がいいのがたまに来るから、そういうのはしっかりラップ、これいいね。ここからかな、おそらく。波長が長いと結構スキムの波は良くなりやすいからね。思ってるよりいい練習できたかな。これとかもしっかり横に走っていく距離が長くていい感じだね。これは180かな。180で降りていく。ナイスコンプリート。しっかりとトリックもラップも狙える感じで、メインはラップだったかなとは思うんですけど、これとかはクイックターンか。少し波は潰れてますが、しっかり乗り切ってます。これ悪くない位置。ターンしてスリーショビット。惜しい。なかなかえぐいところで回しました。ギャップ超えて、これはスープかな。これラップ狙ったからスープになっちゃったけど、おそらくライナー狙ってたらしっかり先端取れたんじゃないかな。そこの読みは難しいね。仕方ない。これはいい感じ。スムーズなターンでしっかりと合わせてラップ。うまいね。今のかなりうまいね。インサイド目、ギャップ1枚超えてリッピング。バックオッシュもあったから少しタイミングが難かったかな。これはラップかな。ナイスラップ。いい感じ。ギャップ超えて、ややスープでのターンしながらしっかり波の前に出て走っていく。これかなりいい。テイクオフからラップラインかぶりきれなかったけど、いい回し方だったね。かなりレールは綺麗に入ってた。さっきアップ超えて、さあいいね、ナイス。この横に走ってるのはかなり距離あっていい感じじゃないかな。
さあ、テイクオフから、これはちょっと波が緩いかな。さあ、しっかりターン後に加速して前でできたね。波が緩いって分かってからの、その対処が良かったかな、今のは。しっかり。ギャップ超えて、波が揺れてる。バック押しも乗ってる。これもナイスラップだね。もうちょい綺麗に横走りたかったかな。微妙に波のポジションから外れてしまっていた感はある。今のだと。サイドウェイ、この伸びいいね。これもったいないね。バックオッシュに乗ったのは良かったんだけど、今度は弾かれちゃったね、帰ってくるときに。そこまでしっかり頭入れてターンしなきゃダメだね。これもいい感じの距離。これ長いね。一番横走った距離は長いかな。サイズは少し小さいかもしれないけど。ナイスラップ。さあ、うまい具合に合わせながら、ラップライン。今のかなりアウトだったね。アウトで合わせていって、まあしっかりよく間に合わせたかなと思う。サイドウェイから、これはラップラインかな。ちょっと遠いけど。さあ、テイクオフして、これドンピシャな位置な気がする。ナイスターン。いいラップ。いいね。今のも、かなり完成度としては高いかな。これはライナーか。左手で一瞬今グラブして安定させてから右手のグラブに持ち替えてしっかり加速させていく。今のグラブの組み合わせはしっかりできるといいんじゃないかな。これはスープからビッグスピンかな。厳密に言えばターンしてややスープになることを読んでビッグスピンですね。ギャップ2枚超えて、最後はフロントビッグまで。いいね。今のギャップ超えはなかなか難しいよ。ナイスチャレンジ。これは一瞬軌道修正入れてターンしてフロントビッグでバレル狙い。悪くない。しっかり今度はライナーでトリックを入れていく。これはスプレー出しながらのスピナーターンかな。いいね。サイドウェイの伸びが。そして横に走っていく。悪くない。波が少し小さかった分ブレイクが早かったかな。こっからちょっと沖に出てサーフィンにしていったタイムかな。少しだけ。なかなか引っかかんなかったね。みんなやっぱ浮力のある板持ってきてたけど、おそらくそれが正解だったかな、今日は。パドルしてもなかなか引っかからなくて、パドルした後に結構踏まなきゃいけなかったんだけど、踏んでも僕はあんまり乗れなかったかな。かなり難しかったとは思う。その辺りからはね、ある程度ちょっと潮も引いてきてしまっていたので、まあサーフィンに切り替えたんですが、まあサーフィンも乗れないっていうことがある程度このタイミングで分かったので、一回チェックがてらね、今度は平塚の西側、扇の松あたりかなまで移動していったんですが、まあギリギリスキムはなんとかできる条件ではあったんですが、まあ、砂が柔らかかったり、まあ、波が小さめで、まあ、結局のところかなり難易度が高い。決していい波って言える条件ではなかったかな、ここのスキムは。まあ、少し遊べる波はあったんですけど、まあ、わざわざここで粘るほどではないかなっていう感じでしたね、この辺りは。
この辺もまだスキムやってますけど、この後、先ほどやっていた場所まで、戻っていく感じですね。で、ちょうどこのタイミングぐらいで、温床はもう入り始めて、結構がっつり波が、もう風の影響を食らい始めてましたね。こんな感じで。なので難易度は高かったかな。全然引っかからないまま、みたいな感じ。これとかは少し前出れそうだけど、ここで消えちゃうかな、ちょっと波が。かなり、もともと分かっていたことでしたけど、大潮の干潮付近っていうこともあって、この辺りは。もともと短時間狙いだったんでね。予想よりかは持った方なんじゃないかなといった感じでした。特に、もともとサーフィンできるぐらいサイズがあるとは思っていなかったので、数字上のサイズはなかったですけど、情報よりかは思ったよりね、スキムもサーフィンも、できる感じで、いい練習できたんじゃないかなっていうふうに思います。短時間ながら、この時期の引きはね、非常にスキムとは相性が悪いですが、いい練習できたと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。